今日は1番目が潮の返しです。潮の返し、これもいいですけど、こっち来ましたね。綺麗であってほしい。しかも綺麗であってくれてます。グッとグッと。最近ちょっとヒラメが出てきたんで、潮の返し、ちょっと傷がイラン中なんで潮の返しいるかなと思ったんですけど、いてくれました。チヌも多めです。実は網も新調いたしまして、なので余計期待していたんですけど、来ました。潮が小さいし、網を新調したばっかりなんで、かなりどんどん重くきました。ちょっと次はワイヤー短めでこぎます。貝殻の下からもう一つカニ出てきました。ヒラメとカニ2つで超ラッキーでしたね。さすが潮の返しです。2番目もヒラメと言いたかったですけど、あれはタイラベ柄ですね。未だにこの小ささ。今日は昨日に比べてでもエビがもう全然少ないんで、まだね楽ですね。昨日はもうエビがもうすごかって、あまりのエビの量にちょっともう混ぜて早帰りしました。これぐらいの量ならなんとか自分でもかも。と思わしたタイラメ柄です。板ぼかきがたくさんついてますね。すごい、もう重たくてね、やっぱいいなこ。めっちゃ出てきた。超貴重なイラコ。カニも出てくれます。カニも出てきてくれました。ラッキー。ナイス。ちょっと今度は貝殻を嫌ってみました。めちゃくちゃなんかわかります？まあタコツボなんですけど、昔々の漁師さんが素焼きで作ったタコツボ、山の土でね、昔は業者がなかったんで作ったんですよね。他の漁師さんたちもね、これの価値がわからないんでほとんど拾わないですね。自分は拾います。もうこれ牡蠣なんかついてたら最高ですよ。料理屋さんがね欲しがったりするんですよね。飾りにインテリアにいいでしょう。これいいもんゲットしました。まあもちろんこっちの方がいいですけどね。にしても今回すごいチヌでしたね。今日はもう
ど、チヌが1234567つ針玉、1つ針玉だいたい9キロから10キロですので、63キロから70キロ、4番です。結局あの後エビもすごいんで、結構ハードな量になってます。もうチヌは間違いなく一旦持って帰らないと池場の中で死んでしまいます。これがいいんですよね。これが下手になったらあんまり取ってこないんで、みんな。これでもう一旦帰ることは確定ですね。あと2番ほどやったらもう帰らんといけんと思うので、あと2番やってちょっと一旦池に帰りたいと思います。ハモまで上がり出しましたね。一旦帰りました。急いでチヌ行けてリスタートしたいと思います。よいしょ。100はいないと思いますけども、すでに90ぐらいはいるんじゃないでしょうかね。港を出てリスタートしてますけど、今は潮が走ってる時間なんで、多分ですけどあんまり入ってないと思うんですよね。2時42分、これだと12時42分43分か、12時43分から開始なんで、次はその辺りが勝負の時間帯です。少し落ちる少なめですが、もっといいものがいました。あ、でもこれ柔らかな、ちょっと柔らっぽいですね。そしてさらにもっといいものがいました。今日2つ目、超グッドですね。あ、硬い。こんな色なのに、あ、でもダメか。残念。まあでもヒラメがいたんで OK としましょう。エビは相変わらずすごいようです。では下り返しです。期待しましょう。もうここまで来るとちょっとえぐい量ですね、本当に。すごい、さっきです。
タイヤあるあるです。大凧チャンスです。ちょっと木が減りましたね。平の方行ったから芯少なかったんでしょうか。いるにはいましたけど小さい。これはダメでしょ。逃げてくれない。よいしょ。でもこっちが今日3つ目のヒラメが超ナイスでした。さすがに潮の返しも3番目ともなるとそういうの減りましたね。あと潮の返しはやっぱりコチとか汁たくさん入ってもコチとかカニとかヒラメとかそういうもん入りますね。ちゃんと普通汁たくさん入ったらもう汁のおかげで道具が浮いて他のもう入らなくなるんですけどね。黒鯛は推定250キロということでまだ池間の中におります。ハモほぼ拾っておりません。半分未満しか拾ってません。ガラはえらいこってですね。今日一番多い小エビ。1棚てんこ盛りですね。こういうガラは4棚ぐらいいるでしょうか。もりもりです。赤毛タモそこそこいてくれました。なべちゃん見つけ、こっちがこれだ。よいしょ。です。今日は多いな。多いな。ハモ持って帰りましょうかね。はい。はい。で、ガラエビをちょっと多い件干しましょうかね、我が家用に。はい。はい。これプラス5です。池間の中に5匹泳いでます。いやナマコもねもう拾っていいんでこれだけ。ただ位置には売れないんですよね。誰が取ったかはっきりさすために組合引き取りとなっております。皆さんお疲れ様です。札幌一番ハモだしラーメン作ってみました。ハモの梅肉添えでございます。ではいただきます。まずスープから。おー、札幌一番プラスハモのだし当たり前か。もちろん普通の札幌一番より美味しいだしになってます。深みが足された感じですね。ハモはですねだんだんですねなんかね骨がましくなるらしいんですよね、時期が進むと。ですからね今イジポンママが一生懸命骨食いしてくれました。皮までもうギリギリのとこまで行ってますね。なるほど。秋にハモを食べたことなかったですけど確かに真夏の方が美味しいですね。ハモこんな感じなんじゃ。秋になるとハモの値段が下がるのがちょっと納得です。需要もなくなるんでしょうけどね。祇園祭りが京都の祇園祭り終わったらなんかハモ需要なくなるってよくねそんな話を聞きます。麺はもちろん普通の札幌一番です。出汁がねやっぱりいい出汁出てるんで3倍は美味しくなってますね、普通の札幌一番の。
自分がYouTube 始めた時から見てくださってる方は分かると思うんですけど、10月って言ったらもう昼行ってたんですよね。それが10月はシャコとか銅管じゃないや、黒エビが出てきて、昼で全然量になってたんですけど、それがもう遅れてシャコも脱皮の回数が少なくなって、水温の上昇で大きくなる。西貝も脱皮の回数が減ったのか大きくならず、何もかもですね。で今年はなんと11月でもまだ夜行ってます。下手すると年中夜の時が来るかもしれませんね。ほんと恐ろしい。でもこのままではプレゼント企画のカニが取れませんので、もう少ししたらですね、昼漁に行きたいと思います。ただまだちょっとチヌがいますんで、もう少しの間だけちょっと夜漁行こうかなと思ってます。ヒラメも出てきましたしね。今回もご視聴ありがとうございました。